皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。最近がですね、私の矢倉模様に対して相手の方が左美濃からね急戦を仕掛けるということで、近年のね矢倉戦ではよくある構図ですね。先手の矢倉に後手が急戦を仕掛けると、本局もそういった感じで進んだんですが、中盤からね一気に激しくなりまして、大乱戦ですよね。一気に終盤に突入ということで、細かな変化もねたくさんありましたから、ゆっくり大盤で解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が先手番ですので、ね、この盤面の通りのね形で私が下になります。7六歩、8四歩に6八銀と、矢倉を目指してですね。で8五歩に7七銀、3四歩、5六とつきました。この5六はね後に回す指し方ももちろんあるとこですね。5六歩に6二銀、そして7八金と、矢倉の骨格ですね。この場合特に、この歩がね8五歩まで伸びてますから、7八金と上がっておいた方が、銀1枚にね任しておくよりは金も上がっておいた方が堅実なのでね、この金上がる方がおすすめですね。上がらない指し方ももちろんあるんですけれども、ちょっと上級者向けになります。で7八金に対して後手が4二玉とね、この手ではね4二金と上がって3三銀から3二金4一玉とやるとね、先手と非常によく似た形で、矢倉の中でもね、もちろんここから急戦に変わることもあるんですが、比較的ゆっくりとした展開になりやすいです。4二玉というのは急戦をね本局に見られるように急戦を意識した手ですね。で4二玉に対して私は2六歩とつきまして、3二銀に2五歩とね、これはね後手にもう選択を迫ったわけですね。この歩を伸ばしていかないと後手はいつまでもね普通に戻す形なのか、それとも急戦してくるのか、どちらかあるので、こう2六2五と伸ばすことで、例えば3三銀と上がるとこう角道がね止まるので、少し急戦がやりにくくなります。ということはゆっくりとした指し方になると。で実戦のようにこの2五歩に角道をね止めないで6四歩と、突いたんですけど、これですとね、急戦をしますよということで、先手としてはね2六2五で後手がねどういう出方をするか伺ったということですね。それに対しても6四歩でしたので、明らかにこれは角道を通したまま、ここの歩は交換されちゃうけれども角道を通したまま急戦をしてね矢倉を潰してしまおうと、攻めてこようという作戦ということです。で6四歩に対して4八銀、すぐね飛車先の歩交換もあるんですが、先にね陣形の整備です。これも受けてくる感じがねないのでね、で4八銀に対して6三銀、ここでね先手方はねいろいろ考え方があります。後手がこう角道を通した形で将来的に矢倉を攻めてくるので、角をここに置いたままね戦う。例えば玉を寄って5八金と上がって、場合によっては攻めてきたらね銀をこう引いてね角と角で対抗させるようなイメージで指すっていう指し方が一つです。実戦はここで7九角と引いてね、こうやりますとね後手の角のラインに対して角で受けることができるだけなので、守備力自体は少し落ちます。やはり角がねここにいた方が守備力は高いんですけど、その代わりこの角はやっぱり使いにくいのでね、7九角はちょっと積極的な手ですね。積極的な手。で7九角に対して後手が3一玉、そして3六歩。本局ね私は結構積極的に指してます。これも通常の矢倉を目指すだけなら6九玉といって5八金なんですけど、これで別に形勢がね悪くなるってわけじゃないんですけれども、受けの手、例えば6九玉5八金の2手を指すと、後手の方が例えば7四歩7三桂の2手を指したとした時に、もちろん玉は安定するんですけど、後手の攻め駒もこう動き出してくるわけですね。だからこれで例えば6六歩だ6五歩とかね、例えば一例ですけどね、こういった感じでガンガンこう角を利きを生かして攻めてくる、可能性があるわけですね。もちろんこれで、受けて立ってね、すぐに矢倉が潰されてしまったわけではないんですけれども、どうしてもこうね守りに寄ったね形主勢になってしまうというところはありますね。実戦は攻めるは守るなりじゃないですけれども、この玉をね玉と金の2点をもう3六歩とね積極的に突いたわけですね。で後手は5四銀と銀が繰り出してきた手に対して、この辺りからねちょっと乱戦が始まりますね。私も3五歩とね、これは結構ねやっぱりこう玉寄って金のが普通ですから、ちょっとこうなんていうんですかね、自分の方も攻めるぞというね意思の表れですね。これ取り込まれるとやっぱ大きいので、後手は同歩と取ったんですが、同角と取って、やはりね先ほどの、一例として挙げたここに角を置いた駒組みですと、こういうふうにもちろんさばけないですから、やはりこちらの方がより攻めに重視してるわけですね。で5三角成を狙ってるので5二金右と相手方受けたんですが、そこで一回ね6九玉と寄りました。この6九玉ですらね
もう寄らずに例えば3七銀とかもっと積極的にいくてもね考えられないことはなかったですね。まあ一回6九玉はこうなんですかね、一歩ここでポイントをね歩を交換してポイントを稼いだので一回こう局面を落ち着かせてもいいかなという手ですね。さあここですよね。まあここで、まあ、例えば7四歩とか、まあ、何かねゆっくりさせてもあったと思うんですね。あとは8六もいって考えられますね。8六歩で同銀なら香車を取れますし、同歩なら8五歩と打ってこう角を狙ってね同歩同飛車となれば11飛車と。まあこれですとね、まあ、何か例えば3七銀と上がって取り込ませて、まあ、受けるような感じになりましたかね。まあこれで、取り込まれちゃうんですけどね、この銀が逆にこう自由にね角の利きがこう逆に止まるようなところもあるので、まあただこの何ですか8六歩と取り込めれば後手の方もポイントなのでこれもあったと思います。ただ実戦はね、いや次のからね激しくなるんですね。6五銀と。これはもう交換角交換こう出てきたのを許さんということですね。これねあんまりこうずうずうしくきたからもう強く反発ってことですね。やっぱり将棋っていうのはね動くと危険なとこ隙が生じるんですよね。この手ちょっと危ない手で、まあどうでしたかね。7四歩か8六歩かの方が良かったかもしれないですね。これ、まあ、この歩取りで、まあ、後手の理想だけ言うと例えばこの歩をこう取れるとね嫌なので、例えば5七銀と上がると、まあ、本局も見られたんですけどね、こう7六銀って一応出る手があるんですね。で同銀にこの角でこう香車を取ってね、まあ、こう進むとね銀香交換ではあるんだけど一応今日守りの香車が取れたという、まあ、主張はありますね。まあもちろん7七桂と飛んでねこれもそんな簡単ではなくて居飛車も結構居飛車というか先手も結構戦えるとは思うんですけど、まあこうなれば後手もそこそこですね。ただですねこの6五銀が、まあ、危険だといったのはねここでね先手の方に、まあ、反撃の筋があったんですよね。これで受けるんじゃなくてね2四歩と、まあこれだけなら大した手じゃないんですけど同歩に同飛車と取ってね、これで結構ね実は後手嫌な形なんですね。この飛車ここ回る手がこれ銀がね浮いてるんでこう回ってくる手があるんですよ。でそれともちろんこの角の頭に2三歩と拠点取ら作られるのも相当きつい手ですから、ですのでちょっと6五銀はねリスクを抱えた手だったんですよね。まあだから例えばこう受けると歩打たれたりして例えば角に飛車引かれたりしてこれ非常にこの歩がね嫌な形ですよね後手が。例えばこれ銀捨てれないですよね。とてもじゃないけどこんなことやったらここにね駒が打ち込まれちゃうので、ですのでちょっと6五銀は危険だったかもしれないですね。実戦はまあこうなってしまうとしょうがないですね。もう2三歩と打って6四飛車にもう7六銀ともう勢いですよね。もう引くに引けなくなってしまったといった感じの乱戦ですね。ただ形勢は難しいと思います。もう別にね特にものすごい悪い手を指したわけじゃないんで、まあ、ここは先手も分岐点で一回同銀と取るか、まあ、実戦の6一飛車となるか難しいところでしたね。私は6一飛車で選びました。そして8六歩とで、まあ、銀を取ると、まあ、香車を取ってまあ7七桂に、まあ一例ですけどね7四香と、まあこういった感じで考えられましたかね。まあこの7四香の意味は7五歩と打たれてねすぐ取られちゃうんですけど、同香同銀に銀がこう動かすことによって8七歩成とね、まあ、これで結構ここが壁なの痛いですね。4筋が壁なのでかなり先手が怖いですね。これはねここまで進むと。ですのでこのね8六歩にはちょっと7六銀とは取りにくいですね。まあ実戦は8六同歩と取りました。ね、同歩で7七銀成同桂と。さあここで形勢はどうかですよね。まあ駒の損とかはまあなしですね。銀交換が行われただけなので。で竜ができてるんで、まあ先手が普通はこう優勢、竜の分だけ優勢と言いたいところなんですけど、この瞬間に後手の番で、まあ、何かその竜を作られた以上のプラスの手があれば、まあ、後手が十分戦えるという感じですね。まあ実際8六飛車と出たんですけど、この手はどうでしたかね。すぐ7六銀と打たれる方がまあ実戦的には嫌でしたけどね。こう打っておいて、まあとにかくここはウィークポイント。ここを破った時にねこういう感じで破った時にねこの4筋の壁というのが繰り返しなんですけど、先手がすごく嫌なんですよね。ですのでまあ7六銀と単に打って、まあ、例えば仮に、6八銀と受ければそこで8六飛車と出るとね今度この8筋の突破がね受けにくいですよね。8八歩と受ければ8七歩といった感じで
まあ完全にしのぎ切るのは先手も結構、難しいところなんですよねこれね。でまあ飛車が慣れてもやっぱり美濃囲いっていうのはやっぱ飛車にね比較的やっぱ強い格好なので、まあこういった感じならば7六銀と打てば形勢はね、まあ、先手が悪いという感じもしないですけど難しかったかなと思います。まあ実際はここ7六銀ではなくて飛車を走ったんですよね。8六飛車。まあこれで飛車を成られちゃうとね竜の位置が全然違うので先手のとこが消えるんで、もちろん8七歩と止めます先手はね。でまあ仮にこれ7六飛車ですね、今度は飛車なのでちょっと受けやすいですかね。例えば6六銀とかがっちり打ってもね、今度飛車が近くて今度この飛車狙われそうなんでね、これはまあ先手も嫌じゃないかなと。まあ実際は5六飛車とこっちまで回ったんですけど、まあこれもまあ飛車がこうさばいてきてはいるんですけど、結構この2枚の金銀が今度働いてきているので、その瞬間あんまり怖くないんですよねこの瞬間がね。なのでここはねチャンスが来ましたね先手にね。まあ難しいです。3三歩と打って攻めるのも手筋でしたよね。これね実戦でこれよっぽどこうやりたかったんですけどね。まあ同銀ならまあ非常に形が歪みますし、まあ同桂はねもちろん7四歩で攻めれますし、まあ同角と取ってもやはりこう3四歩と打てばねこの角の頭の弱点を補強しながら攻めれるんで、これも十分だったかなと。まあ迷うとこでしたけどね、実戦は8一竜と桂馬を取りました。この桂馬を取ったのがね、まあ本局まあこの後のね勝ちにつながるというかね、桂馬大きい駒なんですよね。でここでもね3四歩とか一回打った方がまあ良かったかなと思います。ここねなんかちょっと気が利かなそうなんですけど、ここに歩を打っとくだけでもね硬さが随分違うんです実はね。この手があるからこそ私の方が歩を打ってここにね逆にキープしようか迷ったってことですね。こう打たれるとねちょっと嫌な格好で、まあ角をどっか引くしかないんですけど、まあこう引かしておいてね、まあ、例えば6六歩とか攻めるとか、まあただね結構今見るとどうですかね、桂馬を得してるんで今度は桂馬をまあ6四桂とかこっちから攻める感じでね、まあちょっと先手が優勢かもしれないですね。やっぱりこう飛車をさばいてみたものの飛車がいなくなったせいで桂も取られちゃったんでね、まあ飛車が近すぎてちょっと攻めにくいかもしれないですね。まあ、ただ3四歩と打った方がおそらくまあ先は長かったかなという気はします。実際はね7六銀と、これね先ほど飛車が8二にいた時に出た手なんですけど、次の手がめちゃめちゃきつかったですね。ここに銀を打った、まあ、これきつい手なんですけど、まあ、この銀を打ったんですけど、この次の手がね後手のね急所を捉えましてね、7六銀に対して3四桂と、これが痛かったですね。ここで一気に形勢が傾きましたかね。まあこの銀に対してカウンターパンチのような手で、まあこれ時点ね数足りてないんで7七角成といけば、まあ部分的には突破の格好ですよね。同金同銀成と。ただこれはここに桂馬が打ててるので2二銀と打ってね、まあ詰み先に一足早く詰みで勝ちですね。はい。と言って3四桂に対してまあ7七銀成とね、銀でいっても2二桂成が王手で角が取れて同玉に7七金と取ると、これもね後手に桂馬しかなくなっちゃいますからね持ち駒がね。これもはっきり大きな駒得でまあ先手がまあ優勢ですね。はい。ですので7六銀と打ったんですけれども、3四桂の方がより急所ね、7六銀も急所なんですけどより急所だった、土急所だからここに歩打っときたかったところですね。ここに歩打っとかないとこの土急所に桂馬をね打たれちゃったということですね。でまあこれでねかなり形勢離れてるんですけど、まあ、3三角とかの方がまあ一気に決着はなかったですかね。まあ、実際5五角出たんでさあここですよね、5五角と出て、まあ、3四桂がめちゃめちゃまあ土急所の一手でね、まあ先手がまあ優勢になったなって感じなんですけど、次の手でね一気にまあ決着で、私まで指してる時にまあこの桂馬打てたからね、まあ形勢は良くなったんだけどどうしようかなって感じなんですけどね、もうぴったりの手ねありましたね。これぴったりの手、皆さんねまあご覧いただいた方すぐ気づいた方もいたと思うんですけどね、5三角に対して5三角ないとね、これはもう痛快な一手ですね。ここに角が来たんで飛車の利きがなくなっちゃったんですね。5三角ないと飛び込んで、でも合駒がないですから同金と取るしかなくて、まあ4二銀と打ってね詰みということで、まあ最後はね、まあここまで痛いところだと思います。最後は一気のまあ決着ですね。いかにねやはりこう美濃囲いの、まあ今回まあ王様入場してないんですけど、この3四桂というのはね、まあいかにきついかと、ここに桂馬を打てるか打てないかね、ここに歩がいたらもう逆にものすごい硬いですよこれね、硬いのでね、このここに桂馬を打った形がねいかにきついかっていうのはね皆様にねよくねお伝えできたんじゃないかなと思っております。は
いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を絶しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいた通り、非常にね激しい将棋、結構矢倉戦でね早々から大乱戦なのはちょっと珍しいといえば珍しいんですけれども、お互いに、特に相手の方が強気のね指し方をしたことで、私がそういった反発してね、お互いに引くに行けなくなったという感じだったんですけれども、最後はね美濃囲いの急所をついてね、私は押し切ったという将棋でした。この美濃囲いの攻め方、特にね3四桂とね桂馬で攻めた形が非常にきついというのをね、皆さんもね対局の参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。